1968年、イギリスのニューカッスルで起きた連続殺害事件。実はこの事件の犯人はわずか10歳の少女だったんです。史上最年少のサイコパスと言われたこの少女、彼女の歪んだ人格にはある悲劇の物語が。はいどうも、アルゴメントリーのケンちゃんとみんな私の胸に遠慮せず旅コン。今日はね、なんとわずか10歳の少女が犯した連続殺人事件であるメアリー・ベル事件をご紹介したいと思います。10歳。このね、史上最年少のサイコパスって言われた彼女なんですが、その裏に隠された衝撃の悲しい過去をご紹介していきたいと思います。なんかあるのね、理由が。今から約50年前のイギリスを震撼させた連続殺人事件。わずか10歳の少女が犯したこの猟奇的事件の闇とは。10歳の少女による猟奇的犯罪。1968年5月25日、イギリスのニューカッスルにて最初の事件は起きました。古い空き家の2階で4歳の少年マーティー・ブラウンの遺体が見つかります。発見したのは木材を探しに来ていた3人の少年で、彼らはすぐに大人を呼ぼうと外に出ます。するとそこにいたのは2人の少女、そのうちの1人が今回の事件の犯人、当時わずか10歳の少女、メアリー・ベルでした。そしてその隣にいたのがメアリーより3歳上の13歳の少女、ノーマ・ベル。彼女はメアリーとベルという名字は同じものの、特に血縁関係というわけではありません。しかしノーマはメアリーより年上ではありましたが、理知的で賢いメアリーに従属させられていたんです。というのもノーマには軽い知的障害があったんです。その後の警察の捜査でマーティー・ブラウンの脳からは出血が確認されるんですが、なぜか他殺であるという証拠がどこにも見つからなかったため、この事件は事故死と判断されてしまったんです。なぜ殺害の証拠が見つからなかったのでしょうか。それはメアリーはマーティンを殺める際、首を絞めて殺したんですが、10歳の少女の力では首を絞めても跡が残らず、考察された証拠が見つからなかったんです。またマーティンの遺体のそばには空になった薬瓶が転がっており、警察はマーティンが誤って大量の薬を飲んでしまったと結論付けたんです。いや、捜査適当だなおい。こうしてメアリー・ベルが犯した殺人は事件性はないと処理されてしまったんです。古い空き家からマーティンの遺体が発見された後、警察や大人たちが集まってくると、メアリーはワクワクした様子で、死体があるの？見たい見たいと飛びついていたと言います。怖えなおい。この事件で普通の少女ではないですよね。そしてここからメアリーはさらに常軌を逸した行動に出るんです。なんと自らが殺害したマーティンの家族の住む家に向かい、マーティンが事故に遭ったことを報告。そしてマーティンの母親に対して、子供が殺された時ってどんな気分？マーティンが死んで悲しい？などと遺族の感情を逆なでするような言葉を投げつけたんです。またメアリーは楽しさを隠しきれない表情で、棺に入ったマーティンの死に顔を見せてほしいと懇願していたとも言います。家族にとってみたらいくら10歳の子供とはいえ許せないですよね。激怒した母親はその後二度とメアリーを家に入れることはありませんでした。しかしなぜメアリーはこんなにも家族の感情を逆なでするような言動を取るんでしょうか。そこにはメアリーのある歪んだ欲望があったからなんです。それは愛する人を失い絶望した家族の表情を見てみたいという気持ちだったんです。さらにメアリーはマーティン・ブラウンを事故死と処理した警察に対して不満を抱き、殺人であることをほのめかすような4枚の怪文書を送りつけているんです。そこに書かれていたのは、私たちがマーティン・ブラウンを殺した。クソったれ。私たち殺す。気をつけろ。お前はバカだ。などと警察を挑発する言葉が書かれていたんです。しかし警察は誤字だらけで幼稚なこの怪文書を子供のいたずらだと考え、全く相手にしなかったんです。そして警察に相手にされず激怒したメアリー・ベルは次なる犯行に及ぶことになったんです。この子ひどすぎよ。普通子供亡くした親に向かって悲しいとか聞けないわよ。悲しい。1度目の殺人を事故死として処理され、虚言癖であることを理由に信じてもらえなかったメアリー・ベルは第2の殺人を犯すこととなります。2人目の犠牲者。マーティン・ブラウンの事件から2ヶ月後の1968年7月31日、自宅近所で遊んでいた3歳の男の子ブライアン・ハウが突然行方不明になったんです。姉のパット・ハウがブライアンの行方を探していると、そこに2人の少女が近づいてきます。マーティン・ブラウンを殺したメアリー・ベルとノーマ・ベルです。メアリーはブライアンの姉パット・ハウにこう言い放ちました。ブライアンはあそこのコンクリートブロックの間で遊んでいたわ。ところがそれを聞いたノーマはすぐさま、いいえ、あの子は絶対あそこには行かないわと強く否定。この説得でブライアンはすぐに見つかることはありませんでした。結局ブライアンが発見されたのは夜中過ぎのこと。メアリーの言った通りコンクリートブロックの間に挟まれ遺体となった姿で発見されたんです。
またもやメアリーはブライアン少年の首を絞めて殺害し、遺体をコンクリートブロックの間に隠していたんです。しかし1度目の犯行とは異なる点が一つ。それはブライアンの体中に刃物によると思われる切り傷があり、ある文字が刻んであったんです。その文字は M。実はメアリーは犯行後殺害現場に戻り、ブライアン・ハウの遺体をハサミで切り刻み、さらに腹部にメアリー自身のイニシャルである M の文字を切り刻んでいたんです。犯行に使用したハサミは遺体のそばに隠し、その場を去りました。メアリーは1度目の殺人が事故死として処理され、自分の手柄として注目を集めることができなかったため、自身の名前を刻んだんです。その後の検視の結果、ブライアン・ハウはとても弱い力で首を絞められていたことが判明。そこで初めて子供による犯行の可能性が浮上したんです。この事件がマーティン・ブラウンの死亡事件と似ていると感じた警察は、2つの事件が同一犯によるものと考え、捜査を再開します。まず警察は街中の子供たち1200人にアンケートを取りました。そのアンケート結果により、ついに警察はメアリー・ベルとノーマ・ベルに疑いをかけ始めたんです。その後、事情聴取を受けたメアリーは、ブライアンが見つかったところあたりで体に紫色の花をつけた少年が歩いていたのを見かけたわ。あと、その少年は手に刃の折れたハサミも持っていたわね。と、得意の嘘で警察を騙そうとしたんです。しかし、嘘の証言があだとなってしまったんです。なぜなら、警察はブライアン・ハウの殺害に使用された凶器を世間に公表してはいませんでした。そう、メアリーは犯人しか知り得ない凶器の情報を嘘の証言に使ってしまったんです。これをきっかけにメアリーは警察に疑いの目をかけられることになります。ブライアン・ハウだけでなく、マーティン・ブラウンもメアリー・ベルによって殺害されたのではないかと疑っていた警察は、ノーマ・ベルの事情聴取にも力を入れているんです。メアリーから、私が殺したの、誰にも言っちゃダメよと口封じされていたノーマ。しかし、事情聴取に対しても言われた通りに嘘をつくのかと思いきや、なんとノーマはメアリーの悪行を洗いざらい全て話してしまうんです。いや、そこは裏切るんかい。また、メアリーはノーマにブライアン・ハウの体にハサミで傷をつけたことや、ハサミの隠し場所も教えていました。このノーマの供述をもとに警察が捜索したところ、証言通りの場所からハサミが発見され、これを決め手に2人はついに逮捕されてしまったんです。最終的な判決ではノーマ・ベルは無罪となり、その日のうちに釈放。メアリー・ベルは有罪判決を言い渡され、強制施設に送られます。ここまでで明らかなように、殺人鬼メアリー・ベルは典型的なサイコパスだったんです。冷酷で共感性がない、そして平気で嘘をつく、責任感と罪悪感の欠如、自己中心的な態度など、サイコパスの全ての要素が当てはまるんです。しかし、この異常とも言える心理、実はメアリーの場合は先天性のものではなく、劣悪な家庭環境にあったことが後に明らかになっているんです。1958年、メアリーの母親、ベティ・ベルは17歳でメアリーを出産します。しかし、メアリーの父親は誰かもわからず、ベティは未婚のままだったんです。そんな母親ベティの我が子との初対面時の言葉は、人間とは思えないようなセリフだったそうです。そのセリフとは、早くそれをどこかにやって。このようにメアリーは生まれた時から愛情に恵まれない環境で育ったんです。こういった劣悪な環境が影響し、メアリーの人格は凶悪なサイコパスへと形作られ、わずか10歳にして残虐な犯行を犯すことになってしまったんです。ほんと劣悪な家庭環境ね。ここまでひどいとメアリーに同情しちゃうわよ。あんたちょっとバカにしすぎじゃない？カバ強めだー。その後刑務所で暮らしていくメアリーなんですが、この最低な母親の行動が止まることはありませんでした。まだやんの？出所後の人生。メアリーが刑務所で生活している間、母ベティは何度も面会に来ていたんです。これは一見娘を思ってのことかと思うかもしれませんが、母ベティの心にそんな愛情はあるはずもなかったんです。ベティは面会に来るたびにカメラを持ち込み、なぜかメアリーを写真に収めて帰っていきました。そう、なんとベティはその写真をタブロイド紙に売り、お金に換えていたんです。本当にろくでもない母親ですよね。そして12年の服役生活を終えた1980年、ついにメアリー・ベルが仮釈放となったんです。出所後メアリーはある男性と知り合い、1984年に女児を出産しています。そしてその数年後、メアリーはこの男性と別れて別の男性と再婚。さらに小さな村に移り住み、名前を変えて静かに暮らしていたんです。その後も各所を転々としながら生活していたメアリーですが、1999年、娘の成人を機にある決心をしたんです。
なんとメアリーは実名を名乗り、自伝小説魂の叫びを出版し、自身の過去の犯罪の全てを世間に公表したんです。そして現在62歳になるメアリー・ベルはイギリスのどこかで家族と共に密かに暮らしていると言えます。このもはや人間の顔をしていない男性、実は14日間も睡眠をとっていないという。彼はロシアの睡眠実験によって強制的に起こされ続けたと言われている。果たしてその非人道的実験の真相とは。メアリーの1人目の殺し方、君は覚えてるかな？